皆さんお疲れ様です。さおりです。今ねちょうど仕事が終わってカメラ回してるんですけど、なんか今日本当に食べてもお腹すくんですよ。しかもこんなでっかいニキビができまして、本当にそういう時ありますよね。っていうことで今日はねちょっと緩めに話す動画になります。このマグカップ私大好きなんですけど、これ日本の去年かな、桜シーズンのスタバのカップなんですけど、お友達が買ってくれてプレゼントしてくれたんですよ。でもそれと同時に私の父も同じものをプレゼントしてくれたので、このカップ私2個持ってるんですけど、1個だけこっちに持ってきて、もう1個は日本にあるっていう感じなんですけど、可愛いですよね。ただ難点がめちゃめちゃ重いっていうのがあるんですけど、大きくていっぱいね入るので、リモートワーク中も重宝してます。あとはスーパーで買ったチーズケーキです。でもめっちゃ安かったです。これで3ドルぐらいなんで、1個 1.5 ドルとか、美味しいのかどうかはちょっとわかんないですけど、食べながら話していきます。皆さんものんびりしながら聞いてもらえたらなって思います。私チーズケーキがケーキの中で一番好きなんですけど、好きすぎてこの前ニューヨークチーズケーキを作ったんですよ。したらめっちゃ美味しくて、自分天才かって思ったんですけど、いただきます。美味しい。はい、食べるのはねこの辺にして、ちょっとまた後で食べたいと思います。早速本題に入っていこうと思います。で、今回はね何について話していくかっていうと、オーストラリアの NG 行動9選です。これはですねあくまで私がオーストラリアに住んでみて日本と違うなって思った部分だったりとか、これはしないようにしようっていうふうに思ってる行動になります。なのでこういう違いがあるんだなみたいな感じで聞いてもらったらなって思います。あとはね、これからワーホリに来る方とか、旅行でオーストラリアに来られる方は、じゃあ行った時に気をつけようみたいな感じでね見てもらえたら嬉しいです。じゃあまず1つ目は、レストランですいませんって店員さんを呼ぶことです。これはですね、私が初めて海外旅行に行った時にしちゃったんですよね。だって何も知らずに行ってしまったので、excuse me みたいな感じでめっちゃ大きい声で言った時にチロって見られたのを覚えていて、オーストラリアではなかったんですけど、こっちの文化だとすごいスマートに呼ぶんですよ。声を出すわけじゃなくて、ちょっと店員さんの顔見て目があったらちょっとはいってしたりとか、ニコってしたら来てくれるみたいな感じで、なので日本みたいにもうすぐ呼んですぐ来てくれるっていうのじゃなくて、なかなか目が合わないとチャンスがないので、呼ぶまでにね時間がかかるみたいなことはあったんですけど、ただねこっちで大声で呼ぶっていうのはちょっとマナー的に良くないので、気をつけようっていうところですね。あとそれに関連して2つ目なんですけど、カフェとかでオーダーするときに、オーダーをする前にハローってちゃんと挨拶をしないことですね。ハロー、How are you っていうのがワンセットみたいな感じになってて、それを言わないとちょっと、言わなくても大丈夫なんですけど、言った方が好印象かなっていう風な感覚ですね。例えば、日本だったら、コンビニでもうお会計して、ありがとうございましたって最後に言うと思うんですけど、でもあんまりなかなか初めは何も言わないじゃないですか、お会計とか注文の際に。なので、そこはちょっと違うところかなっていうふうに思いましたね。あとは3つ目で、麺類を音を立てて食べることです。これって日本だとラーメンとかもすすりたいじゃないですか。すするから美味しいまであるみたいな。でもこっちだとね、ラーメンとかを一緒に食べに行っても音をなるべく立てないように食べていますね。ただ
だ、友達とかだともう気にしなくていいよってこう言ってくれる人とかもいるんですけど、なかなかねそんなにこう大きな音を自分だけ立てるわけにはいかないので、そこはね静かに食べようっていう風に意識している点になります。あとは4つ目ですね、お皿をこう持って顔に近づけて食べることです。これはカップなのでいいんですけど、なんでしょう、日本のこう食卓ってこういう小さい小鉢とかがこうたくさんあるじゃないですか。で、逆にそれを持たずにこう顔を近づけて食べる方がこうなんでしょう、お行儀が悪いっていう風に私は教わったんですけど、そうではなくて、逆にこうお皿を持たずにこう、ナイフとフォークとかお箸とかで食べるっていうのがこっちの文化で、ある国では逆にこうお皿を持つことがマナー違反になるっていうのを聞いたので、いや面白いなっていうふうに思いました。続きましてですね、5つ目でレストランでの話は終わって、今度は電車に移るんですけど、電車で泣いてる赤ちゃんを見つけても、怒ったりとか睨んだりとかしないことです。これはですね、ちょっと賛否両論あるかもしれないんですけど、日本にいた時に友人のママさんとかがこうやっぱ赤ちゃんがちっちゃいから電車でなかなか遊びに連れて行けないっていう話をしていて、実際にねすごく泣いてる赤ちゃんに対して、ちょっと冷たい態度を取られたみたいなっていう話も結構あるかと思うんですけど、オーストラリアだとみんなこうすごく優しくて、泣いてたらもう泣くのが仕事だからねみたいな感じでハローってしたりとか、なんかニコってしたりとかしてるんですね。なので、子育てとか、赤ちゃんとかっていうところにすごく優しいんじゃないかなっていうところは気づきましたね。で、逆にこうその泣いてる赤ちゃんに対してなんか文句を言ってるような人がいたもんなら逆にその周りの人がね、そんなこと言うんじゃないみたいな感じで逆にそっちに怒るみたいな現象が起きるっていう風にね聞きました。これはでもいいことですよね。やっぱりね、赤ちゃんも泣きたくて泣いてるわけじゃないし、すごくいいなっていう風に思いました。で、続きまして6つ目です。電車が来ないことに関してイライラしないです。これはね、私は最初の頃はすごくイライラしてたんですね。本当に今5分とかだったらいいんですよ。なんですけど、台風とかでも何でもないのに急に工事って言って2時間とか電車が遅れてる時とかがあって、もう家帰れないじゃんみたいな。で、結局タクシーを使って帰ったっていうのとかもあったんですけど、あとこれは違う動画で話したんですけど、鉄道会社が政府と喧嘩してデモしてたので電車の本数がすごく少なくなったっていうのがあったりとか、もう本当にね数分遅れるのは普通ですし、日本だったらねもうなんか1分とか遅れただけでも、遅れって判断されるじゃないですか。でもうそこにいちいち腹を立ててると自分がねもうどんどんストレス溜まっていっちゃうので、遅れても怒らないっていうね寛容な気持ちでねいるのがいいのかなって思います。あとはですね、今何個言ったんだ、6個かなんで7個目ですね。電車でスマホばっかりいじらないことです。これはですね、ある友達に言われたのが、日本ってすごくみんながみんなスマホを一点こう集中してみんな同じ格好してるよねっていう風に日本に住んでるイタリア人のね友達が言ってて、確かになと思って、自分もそれ本当にしてたんですよね。もう電車にいたらこうスマホをいじるものみたいな感じでなんか動画見たり他のメッセージしたりとかっていう風にしてて、である時こう日本に一時帰国した時にパッと顔を上げてみたらみんなしてると思ったんですよ。それがいい悪いとかっていう話ではなくって、こっちだとみんな本当におのおのいろんなことをしてて、本当にすごい普通になんかカフェで喋ってるぐらいのボリュームで喋ってる人たちとか、あとはなんか食べてたりとか電話してたりとか、あとは普通にスマホを見てる人、本読んでる人とか、あとはぼーっと外をね見てる人とか、本当にいろいろいるんですけど、なのでこれはNG コードっていうか気づいた違いみたいなとこなんですけど、
なので最近私もちょっと外をねこうぼーっと見てみたりとか、あえて何もしないみたいな時間を作るようにしているので、景色をねこうふと見てみると結構意外にいいもんで、こう普段気づかないことが気づけたりとかするので、日本に今いらっしゃる方で見てくれてる方いたらちょっと見てみたら面白いかもしれないです。はい。続きまして8つ目ですね。8つ目がハワイに対してすごい真面目に答えることです。これは最初の頃とかは、なんかハワイユって日本語に直訳したらなんか調子はどうみたいな、元気ですかみたいな、結構私元気かなとか、なんか今どうだろう、元気かなとかいろいろこう考えて真面目に答えてたんですけど、もう挨拶の一部なので、なんかみんな別にハワイユって聞いてなんか相手の返答をすごく期待してるわけじゃなくてですね、もうそれが会話の取っかかりみたいな、日本で言ったら今日天気いいですねとか、それって別に対して重要じゃないじゃないですか。それが話したい内容ではない。なので、そこまで真剣に真面目に答えなくてもいいんだなっていう風に気づきました。あとはこうなんかすれ違ってそんな世間話とかする時間もないのに、なんか Hey sorry how are you みたいな、何もこう言えずにgood thank you みたいな感じとかもあるんですよ。なのでそんなにHow are youって聞かれたからって考えすぎたりとかしないようになりました。で最後ですね、9個目は会ったばかりの人に年齢を聞くことです。日本でももちろん女性に年齢は聞くべきではないとか、その会ってじゃあなんか数秒で年齢を聞くかって言ったら違うとは思うんですけど、こっちは本当に年齢を聞くシーンがあまりないというか、みんな聞かないし、で聞かなくても特に問題がないんですね。なぜかというと、英語に敬語が存在しないっていうところで、日本語だと年上の方にはやっぱり基本敬語で話すっていうのがあると思うんですね。なのでこう別に年齢を知りたいからっていうよりかは、相手にね敬意を払うためにとか、そういうので最初に聞いとこうみたいなパターンで聞く場合もあるじゃないですか。なのでそういう言語的な違いからコミュニケーションの取り方とかも変わるっていうところで、面白いなっていうふうに思いましたね。あと本当にオーストラリアの人は年齢とかを気にせずに、例えば私は毎週バスケをしてるんですけど、そのリーグも本当におばあちゃんたちのチームとかもあるんですね。何歳になってもスポーツをしたりとか、自分の好きなファッションを楽しんだりとかっていう風なライフスタイルをとってるので、そこはすごく素敵だなって思います。私も見習いたいなっていう思う点になります。はい、いかがでしたでしょうか。今日はね私が生活して気づいた点をベラベラと話してみたんですけど、もしオーストラリアに住んでてこういうのもあるよとか、ちょっとそれ違うんじゃないみたいなのがあったら、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。またね、今日本にいらっしゃって今後オーストラリアに来る予定がある方とかをね、ぜひ参考にしてもらえたら嬉しいなと思います。じゃあ今日も最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またこの動画がいいなと思ってくれた方はいいね、コメントお待ちしてます。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。